どうもトリニーアウトドアです。本日は今年の4月に納車して5ヶ月が経過したアウトドアと日常仕様のハンター株のカスタムを紹介していきたいと思います。かかった総額費用も発表いたしますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。この動画が少しでも参考になった、良かったと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをぜひお待ちしております。また今回紹介したカスタムは全て概要欄から詳細が確認できるようになっておりますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。まず最初に私が購入した車体は2023年式マットアーマードシルバーメタリックで新車購入となります。では早速ですが、前から順番に後ろへ向かって紹介していきたいと思います。まずはヘッドライト、テールランプ、ウインカーのカバーでございます。これは購入後一番最初に着手したカスタムパーツで、全部セットでお値段が5450円でございました。値段も高くないので手軽に始められるカスタムだと思います。これはプラスチック素材ですので、どちらかというとライトを守る目的よりも見た目のドレスアップ重視で購入しました。これが何もない状態で、これが装着後ということで、やはりつけるとワイルド感、武骨感、アウトドア感が出て非常に気に入っております。私は工具もなければバイクの知識もあまりないので、取り付けが両面テープでつけるだけというのもありがたかったです。前から行くと言いながら早速テールランプで後ろに来ちゃってるんですけれども、ライトカバーは他にも様々種類はありましたが、鉄製のものはヘッドライトだけで1万円くらいしてちょっと高いなと思いまして、どうせなら全てのライト、ウインカーにカバーをつけたかったので、安価でセットになっているこちらを購入いたしました。雨天走行も何度かしておりますが、今のところ外れたり歪んだりという不具合はないので、個人的にはコスパが良く非常に満足しております。はい、正面に戻りまして、こちらは SP 竹川さんのフォグランプでございます。お値段は 19,818 円。そして取り付けをバイク屋さんに依頼して、それが9800円でしたので、工賃含めて合計 29,618 円となりました。ハンターカバー純正のヘッドライトが非常に暗いということを聞いておりましたので、購入したものになります。これはこちらの動画でフォグランプをつけた場合、つけてない場合の比較をしておりますので、ぜひそちらも合わせてご参照いただければと思いますが、つけると純正のヘッドライトの数倍明るくなります。それとは別にショート動画でも上げたのですが、以前夜間にハンターカブに乗っていたらイノシシが道端に転がっておりまして、このランプをつけていたことで早めにイノシシを発見してかわすことができました。正直このランプをつけていなかったらイノシシが見えていなくて、今頃 GoTo ヘブンしていたと思います。街灯のある街中の走行のみでしたらいらないのかもしれませんが、やはり少し暗いところを走行する可能性がある場合にはつけておいて損がないです。工賃も合わせると約3万円になりますので、高いなと思ってかなり購入を渋っていたのですが、イノシシの遭遇経験もあり、やはり安全に関する部分はバイカーとしては妥協しなくてよかったと思っております。使用しないときはこちらのスイッチでランプをオフにしてバッテリーが上がるのを防止できるので、私も基本夜間の暗めの道を走行するとき以外電源はオフにしております。このフォグランプは取り付け位置によって種類が何種類かありますが、純正のまま取り付ける場合は概要欄に貼ってあるリンクのものを使用すれば問題なく取り付け可能です。ランプの角度も調整可能ですので、ご自身の照らしたい方向に調整することができますし、つけると結構見た目もかっこよくなりますので、お値段は少し張りますけれども、ぜひともお勧めしたい商品です。続いてはバークバスターズさんのハンドルガードです。製品自体の値段は 13,980 円で、工具を持っていなかったため取り付けをバイク屋さんにお願いして、工賃が4,400円だったので、総額 18,380 円でした。ハンドルガードも岩、泥、冷風に対する保護目的よりもどちらかというと見た目のドレスアップ目的で購入いたしました。ハンドルガードは冬仕様のものや悪路走行を想定したものなど、他にも様々な種類があり悩んだのですが、目的がドレスアップでしたので、見た目がダントツでかっこよかったこちらを選んでよかったと思っております。一応風よけの役割も兼ねておりますが、ガードする部分が大きいものよりかはその効果は薄いのかなと思います。それから取り付け部分がハンドルのネジの位置になり、ハンドル周りのパーツが窮屈になりますので、他に何か部品を取り付けたいと思っている人は注意が必要です。私が購入したマットアーマードシルバーメタリックはアーミーチックな見た目をしているので、取り付けるとオフロード、軍隊、男っぽい感じのイメージに一気に近づくと思います。ハンドルガードは様々な種類がありますので、目的に応じて適したものを購入するのがいいかと思いますが、様々な商品を見比べた中で、個人的にはこれが一番かっこよかったので、ぜひともお勧めしたい商品です。
こちらはカエリアさんのハンドルブレースでお値段は3323円でした。結構ハンターカバー高回転になった際に手元に振動が来るという話を聞いておりましたので、ハンドルブレースはその振動を軽減できるのが主な性能なんですけれども、私はどちらかというと様々なアイテムをハンドル周りに装着するために購入いたしました。先に紹介した通り、ハンドル周りにはハンドルガードを装着しており、これ以上アイテムをつけるのが難しい状態となっております。そこでこのハンドルブレースを取り付けて、こちらにアイテムを装着できるようにしております。今現在は次に紹介するクランプしかつけておりませんが、ドリンクホルダーとか他のものを今後つけたくなった際にもまだ対応が可能です。取り付けも非常に簡単で、ナットを調整して長さを決めて、付属している工具でボルトを締めるだけでした。私は工具を持っていないので、この価格で工具までつけてくれるのは非常にありがたかったです。また購入直後にすぐ取り付けてしまったので、純正の状態との比較はあまりできておりませんが、少なからず振動の軽減にもなっているとは思います。カエリアさんはこの後紹介するスマホホルダーも購入していて、2019年に創業したばかりですが、横浜市緑区の楓の町から始まった会社で、同郷ということもあり、安価ですが非常に作りが良くてとても気に入っております。こちらウランジさんのスーパークランプです。読み方間違っていたらすみません。お値段は1503円と非常に安価でした。これはこのバイクを購入した際に元ブログもいつかやりたいなと思っておりまして、バイクに乗車している自分の映像を GoPro で撮影するために購入したものです。実はもともと GoPro の付属品がたくさん入っているセットを Amazon で購入していて、その中に入っているパーツも試してみたのですが、ぐらつきが多くて使えませんでした。そこで Amazon の評価が高かったこちらを購入しましたが、これは明らかに安定感があり、がっちりと止まっていて、バイクで走行して強い衝撃があっても落ちないという安心感があります。スマホホルダーもそうなんですけれども、やはりカメラや携帯などの高いものを落としてしまった時のショックは計り知れないので、ここはとにかく頑丈でしっかりしたものを選ぶのがいいかと思います。取り付けやネジを締めるだけなので誰でも簡単にできますし、多少雨風にさらされて色落ちしてきた点が気になりますが、ホールド力は落ちていないので値段のことを考えれば良しとしております。最近はインスタ360で全方位の走行風景を撮る方が多いですが、あれは非常に高いですので、安価に自分が走行している映像を撮りたいという方は、型落ちの中古の GoPro とこちらを合わせて購入するのがおすすめです。こちらは北子さんのヘルメットホルダーです。お値段は3012円でした。これは多くの方が言っているのですが、純正のヘルメットホルダーは本当にめんどくさいです。まず鍵をシート横に挿してシートを分けて、取りづらい六角を取り出して、分けづらい工具入れを開けて、ここからヘルメットホルダーを取り出してシートに取り付けて、ようやくヘルメットがかけれるという、この仕様には数々の発明をしてきたトーマス・アルバ・エジソンも驚きです。しかもこの六角で工具入れを開ける際に六角がこの角に当たって回しづらく、鍵を開けるのにも一苦労なんですよね。スーパーによって5分の買い物がしたかっただけなのに、この作業に手間取って気づいたら15分くらい経ってたことがあります。ヘルメットホルダーを工具入れに戻さなかったとしても、ホルダーがシート横から出ているのはかっこ悪いですし、どのみちシートを開けないとヘルメットをかけることはできません。最終面接で私を落とさず雇っていればこんなことにはならなかったのにと、本田技研工業さんには言いたいところです。余談ですが、当時本田技研工業に落ちた際、ホンダのバイクになんか乗ってやるかと思っていたら、その後スズキもヤマハも川崎にも落ちて、乗れる国産バイクがなくなってしまったって話は私の鉄板ネタですね。はい。ヘルメットホルダーもいくつか種類がありますが、シート横につけるタイプだと結構下につけることになりますので、取り外しがしづらい。またヘルメットが横に出っ張っていて駐輪場で邪魔になったり、重い荷物を積んでいると重心が左に傾いて倒れそうになるというデメリットがあります。こちらの商品はハンドルにつけるタイプで、高い位置についているのでヘルメットの着脱も簡単ですし、横に極端に出っ張る心配もないです。右側に取り付ければ重心が傾きがちな左側とのバランスを取ることもできます。でもハンドル周りはいろいろカスタムをもうしていて取り付ける場所がないと思ったそこのあなた、これはもともとブレーキを止めているネジを取り外して直接取り付ける仕様となっているので、ハンドル周りのスペースを圧迫せずに済みますのでご安心ください。
さっきから全部買ってよかったと言ってる気がしますが、特に日常使いの時には店を何店舗か回ったりして乗り降りが多くなりますし、ツーリングの時も旅先でヘルメットがなくなると本当に困るので、シートを開けてヘルメットを収納する手間や、それが面倒になって店内にヘルメットを持ち歩く煩わしさを全て解消してくれてこの値段なことを考えると、本当に買ってよかったと思います。また余談ですが、昔バイクでラーメン屋に行った際に鍵をかけずにヘルメットをバイクに置いていて、ラーメン食べ終わって店を出たらヘルメットがなくなっていたことがありました。並んでいた時に前のやんちゃな高校生たちが私のヘルメットをやたら凝視していたのを思い出して周囲を探していると、その高校生たちが草むらでタバコを吸っていたので、もしやと思って見てみたら草むらの奥に私のヘルメットが置いてあって危うく盗まれかけたことがあります。ヘルメットをパクられるとバイクに乗って帰れなくなってしまうので本当に困りますよね。残念ながら安全な日本でもそういうことがあるので、防犯対策の意味でもこれはつけることをお勧めします。こちら先ほど紹介したカエリ屋さんのスマホホルダーです。お値段は2336円でした。もともとバイクを購入後、いても立ってもいられなくなり、急遽ツーリングに行くためにテムでスマホホルダーを購入しました。私は身長が176センチ、マッチングアプリだと1センチ持って177センチなので、座高も必然的に高くなり、スマホホルダーも高めの位置に取り付けたかったので、ハンドルブレースではなく、ミラーの部分にこれを装着しておりました。使えないわけではなかったのですが、走行しているとネジが緩み、スマホがどうしても傾いてしまいます。まあ激安サイトで500円くらいだったのでこんなものかとは思っておりましたが、これではナビを見ることができませんので、帰り屋さんの商品を購入し直しました。こちらは長距離を走ってもスマホが傾くことは一切なく、バチコリとハマっております。取り付けもネジを締めるだけで簡単にできますし、取り付ける場所によってステーの太さが異なっていても、あらかじめ調整ベルトがついているので安心です。しかもテムの商品は数回使ってると着脱の機能が壊れましたが、これはワンプッシュで見事に止まってくれています。またいざという時の落下防止用のゴムもついているのでとても安心です。やっぱり日本製のものの良さは確かだなと実感いたしました。元ブロガーの方の動画を見てもかなり多くの方が使用しているようですし、安心安全の日本ブランドの割にお値段も安いので、数千円をケチらずに最初からこちらを買うことをお勧めします。こちらはホンダ純正のアクセサリーソケットで、車体購入時にホンダのカタログオプションからお願いして付けてもらいました。お値段は本体が3300円、コーチンが次に紹介するセンターキャリアと合わせて2200円でした。走行時に携帯や GoPro を充電するために選んだのですが、片側がタイプ C になっています。本当はどちらも USB の形が良かったのですが、カタログを見間違えて購入してしまいました。こちらは正直北子さんから USB が2つのタイプが販売されており、かつそちらはキャップがついているので、運転時にカバーをすることができます。こちらはカバーはついておりますが、本体を装着したままでは使用することができません。本体自体は着脱可能ですので、運転時には外してカバーをかけることはできますが、いざ充電したいと思った時に本体を家に忘れてしまって充電できないということが何回かありました。現状2つ同時に充電することがあまりないですし、運転時の走行もそんなに多くはないので、とりあえずこれで様子を見ようかと思っておりますが、北子さんのおすすめのソケットを概要欄に貼っておきますので、皆さんはぜひそちらを見てみてください。こちらはホンダ純正のセンターキャリアです。先ほど紹介したアクセサリーソケットと一緒に車体購入時に取り付けてもらいました。お値段は本体が11,660円で、コーチンがソケットと合わせて2200円でした。ハンターカバーネイキッドバイクやスーパースポーツバイクと違って座席の前にタンクがなく、こちらに物がないとなんだかちょっと弱っちい印象を受けてしまいます。もちろんセンターキャリアがあれば積載力アップにはなりますが、見た目の部分もカバーできると思い、一番フレームが太くてしっかりしてそうなこちらを購入いたしました。特にこれは日常使いで通勤する際やちょっとスーパーに行く際に重宝しております。通勤バッグはこのように直接キャリアにかけることができますし、スーパーの買い物袋などは先端につけた100均のカラビナか GoPro での撮影用のクランプに取っ手を引っ掛けてこのように使用しております。バイクキャンプの際にはここに寝袋やギアケースを置くこともできますが、この後紹介するヘンリー・ビギンズのシートバッグがとても大容量なので、実際にはここは使わないことがほとんどです。
ただ私はキャンプの道中に買い出しをすることがあり、キャリアの荷物がパンパンになっていたりだとか、ネットをかけた後で取り外すのが面倒な時は、ここにスーパーで買った食材を置いてキャンプ場に向かっております。センターキャリアは各メーカー様々販売しておりまして、SP 竹川さんや木島さんのキャリアは先端が私が使用しているものより尖っているので、クランプや100均を使用しなくても荷物がかけられますし、ワールドウォークさんのキャリアはバスケット型になっていて物が落ちづらいです。実用性と見た目のバランスから純正キャリアはまあ悪くない選択だったかなと個人的には思っておりますが、用途に応じてお好みのものを選ぶのがいいかと思います。続いては西本工業さんのサイドスタンドで、お値段が5424円、工賃が1000円でございました。日常使いであれば純正で積んでいるサイドスタンドで事足りますが、キャンプに行く際大きな荷物をキャリアに積んでいると、地面が柔らかいサイトではバイクが傾いて立ちこけしてしまうことがあります。幸い地面が柔らかい場所だったので大きな傷はつきませんでしたが、純正のスタンドが地面にめり込んで倒れてしまったことが実際私もあります。このスタンドをつけると2本足で支えてくれるので、荷物を積んだままバイクを下ろしても心配なしです。また最近だと台風などの悪天候により大きな風を受けることがあります。私はガレージではなく普通の駐輪場にバイクを止めていますので、そういった際の転倒防止としても非常に役立ちます。お値段もそこまで高いわけではないので、立ちこけしてバイクが傷つく悲しさや修理代を考えればつけておいてよかったと思っております。ちなみにこのサイドスタンドはハンターカブ専用のものではありませんので、青蘭工房さんのスペーサーキットを一緒に買ってバイク屋で取り付けてもらいました。多少角を削って加工していただいたようです。丁寧に仕上げたい方は多少加工の必要があるかもしれませんが、他の方のレビューを見る限りではスペーサーキットを購入すれば加工なしでも付けれるようです。また少し窮屈にはなりますが、足が長ければ座ったままスタンドを出すことも可能です。注意点としては、たまに純正のスタンドを上げてこちらのスタンドを上げ忘れることがあります。そのまま左に曲がろうとするとサイドスタンドが地面にぶつかるので注意が必要です。こちらはヘンリー・ビギンズのシートバッグベーシックの LL サイズで、お値段は15,980円でした。株といえばハードのリアボックスを積んでいる方が多いですが、ハードのリアボックスは形に自由が利かないので、キャンプギアの積載に融通が利かないことと、レンタルバイクでも使用可能なこと、バイクを乗り換える可能性がゼロではないこと、見た目の良さ、以上4点から私はこちらを購入することにしました。タナックスのシートバッグとも迷いましたが、見た目がこちらの方が好みだったことや LL サイズの大容量さに惹かれたのも大きな理由です。このシートバッグは取り付けも簡単で、バイク屋に頼む必要もなく、付属のベルトをキャリアに取り付けるだけですぐに使用することができます。バックルで固定していて付属のベルトもついているので、キャンプサイトに荷物を丸ごと持っていけるのもいい点です。普段使いの時には外して家に置いておいて、キャンプに行く際にはキャンプギアを家でゆっくり詰め込んでからバイクに持っていけるのもいいですね。本体自体は防水ではないですが、レインカバーもついているので、ある程度雨を防ぐこともでき、サイドには細かいポケットが複数ついているので、飲み物やレインコートなどすぐに取り出したいものを収納することもできます。また最大の特徴は拡張機能です。キャンプスタイルや季節、旅先に応じてキャンプギアをはじめとする積載量は変わってくるかと思います。夏や UL スタイルの時には拡張機能をつけずにこのサイズ、冬や荷物が多い時には拡張してこのサイズと、用途に応じて使い分けができるのが大変ありがたいです。中には板が入っているので、拡張時にサイドがたるんだりすることもありません。また荷物が少なくても形をある程度きれいに保ってくれるところも非常に気に入っております。さらにサイドにファスナーがついており、この上に荷物を積んでいたり、端っこに荷物を入れてしまったりしていても、横から荷物を取り出すこともできます。こちらは店頭で買うと結構高いんですけれども、 Amazon だと5000円くらい安く買えますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。こちらはヘンリー・ビギンズのシートバッグに取り付ける南京錠で、お値段は1100円でした。キャンプの際はシートバッグを丸ごと移動したり、サイトにバイクを横付けしたりできるので問題ないですが、ツーリングや日常使いでご飯を食べに行くときや観光地に行くときにはシートバッグを置きっぱなしにすることになりますので、その際の盗難防止として購入いたしました。もともとこの数千円をケチって100均でこの南京錠を購入したのですが、よく考えたらチャックに鍵がかからないと意味がなく、見た目だけのただの屍になってしまいました。
ヘンリー・ビギンズの南京錠はチャックにつけられますので、しっかりと防犯することができます。また伸縮可能なコードがついているので、このようにして近くのものに取り付ければ中のものだけでなくシートバッグごと持ってかれるのを防ぐこともできます。注意点としては、サイドの開口部はロックができませんので、ここからは中の荷物を取ることができてしまうことです。貴重品だけ持ち出しておけばそこまで心配する必要はないかと思います。また100均は鍵式でしたが、こちらはダイヤルロック式なので鍵を増やす必要がないです。私の場合すでにヘルメットホルダーとバイク本体の鍵で2本ありますので、あまり数を増やしたくないのでこちらを重宝しております。最後にキャリアには100均で購入した滑り止めシートをつけています。ハンターカブのキャリアはもともとかなり大きいので、これがなくても大きな問題はないかと思いますが、多少荷物がずれてしまう可能性はあるので、これを適度なサイズにカットして両面テープで留めております。またヘンリー・ビギンズのシートバッグを置いても少しキャリアに余裕がありますので、隙間に他のキャンプギアを置いたりする際にも滑り止めがあるととても安心です。はい、ということで以上が購入して約半年のアウトドア日常仕様のハンターカブのカスタムでございました。気になるカスタムに投じたトータルの金額は10万5046円でございました。いや、気づかないうちにすごい金額を使っていました。キャンプギアと一緒で泥沼ですね。実はまだカスタムしたい場所はいくつかありまして、グリップヒーター、マフラー、エンジンガード、ブロックタイヤ、シートあたりに興味があります。私は通勤でもこのバイクを使用しますので、ブロックタイヤやエンジンガードなど街乗りとアウトドアのバランスがとても難しいところですが、またカスタムしたら紹介したいと思います。皆さんのおすすめのカスタムがあればぜひコメントで教えていただけますと幸いです。この動画が少しでも役に立った、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。